はい、見てください。女性に手をつながれて、こんな感じで至って真面目なマッサージでございます。匠っていうお店に来ました。この2階に行くとカラオケのルームがあるらしいです。ママさん、ちなみにおいくつぐらい？私ら1歳の。あ、じゃあ全然若いです。20代後半って普通にね、即ハメボンバーです。おはようございます。トマです。時刻は朝9時40分でございます。あ、眠い。今日はね、これから昨日行ったマッサージ行って、その後は弁天市場行って、もう空港行こうかなと思っております。動画化してもしょうがないかなというのはあるんですけれども、何か変わったところがあれば撮っていきたいなとは思っておりますので、とりあえず出ますか。最後、このホテルなんですけれども、実際泊まってみて感想というかね、言おうかなと思います。まず見てください。ご覧の通り非常に狭いです。ネットカフェより広いかなぐらいのところですね。個室ビデオよりちょっと広いかなぐらいのところですかね。ほんとベッドがあるだけ。見ていただきたいの見えますかね。はい、そうなんです。ゴミ箱がないんです。いやー、ゴミ箱ないのはね、結構だるかったですね。一応ね、共同のゴミ箱はあるんですよ。だからわざわざそこまで捨てに行かなきゃいけないっていうのが1点。あとはね、なんか上見てもらいたいんですけど、見えますかね。そこ、エアコンとか全然効かないんですけど、なんかシミっぽくなってるじゃないですか。で、ここ下見ていただければ分かるんですけど、水でびしょびしょになるんです。まあびしょびしょってことでもないけど、ポタポタっていう水滴が落ちてくるみたいな感じです。若干布団にもね、かかってたところもあったんですけど、部屋によるのかなっていう感じではありますね。1泊だったら全然ありだと思います。ただ2泊以上はやめた方がいいです。はい、ゴキブリ出ないっていうのはいいんですけどね。お風呂とトイレ、お風呂とかシャワーですねのトイレ共用なんですけれども、シャワーはね、お湯とか出てすごい良かったです。普通に良かったです。まあトイレはね、共同なんで、お察しではあるんですけれどもっていうところですかね。じゃあね、出ていきましょうか。楽しかったね、ベトナム。行きましょう。いや、Thank you so much。チェックアウト簡単でした。行きますか。また来ちゃいました。料金こんな感じですね。今回ね、90分にしちゃいました。最後なんでね、長く入ろうかなって。はい、どうぞ。はい。あ、sorry。はい、大丈夫。ここ。ああ、荷物か。はい。チェンジ。あ、はいはい。チェンジするんだ。座りましょうか。こんなとこ1日目も2日目もなかったけど、じゃあ行きましょう。はい、上どうぞ。はい、上どうぞ。いやあ、490. 490. はい、上どうぞ。Ủa mấy vậy? Ủa ba. エスコートされてます。こんな感じの部屋見えねえか。こんな感じのお部屋ですね。昨日も来たんですけど、じゃあちょっとゆっくりしてまいります。Ichiji Kongo。マッサージ終わりました。めちゃくちゃ可愛いです。はい、ありがとうございました。はい、絶対また来ます。30番。Yes. いや、指名するんであれば30番の子を指名してください。他の子は僕受けてないんでわかんないんですけど、この子はめちゃくちゃ良かったです。30番。いや、Yes. お願いします。ありがとう。ありがとう。See you again. See you. ありがとうね。Thăm Việt Nam nha. い
めちゃくちゃ可愛いね、本当。ありがとう。超。ありがとうね。私余裕かもかも。はい。ちょっとね、また後でお話しします。出ますか。Thank you。あ、セリー、ありがとう。Thank you so much。バイバイ。ありがとうございました。Thank you so much。はい、どうもありがとうござあいました。りがとうございました。はい、またね。すごくいいマッサージでした。はあ、もうめちゃくちゃ満足です。あそこ本当に全然ど健全なマッサージ店なんですけれども、マッサージもちろんめちゃくちゃうまいんですよ。うまいのはもちろんなんですけど、距離が結構近くてですね、やってくれるんですよ。他の子はちょっとわからないんですけれども、普通に可愛い子も結構いましたし、マジでおすすめですね。なんて言うんだろうな、歯医者とかで胸を当ててくる歯科衛生士さんいるじゃないですか。それの結構パワープ版みたいな感じでした。人によるんかもしれないんですけどね。30番が今回僕がお指名した女の子でございまして、もう3回も行っちゃいましたね。すごい良かったです。でもその抜きとかそういうエロいのはないですよ。全然ないんですけどね。でね、なんとね、連絡先を交換したんですよ。なんで後でね送ろうかなと思うんですけれども、次ホーチミン来たらご飯行こうって言ってね、次ホーチミン来るわっていうところでございます。今ね、そこがちょうどレタントの入り口でございまして、これからラーメン食べたじゃないですか。あそこでラーメン軽く食べてから弁隊員行ってもう空港戻ろうと思います。じゃあね、そんな感じです。また店に来ちゃいました。昨日食べた醤油ラーメンすごく美味しかったんで、帰る前に食べようかなと思って。ただね、ここのメジャーが台湾ラーメンっぽいんで、台湾ラーメンにしようと思ってね、ちょっとチャレンジしてみようと思います。辛いとか辛くないとか指定できるんで、僕は辛いのダメなんで辛いの食べようかなと思ってます。どんなもんかなっていうところで、結構有名店らしいんですけど、普通に美味しいですよ。皆さんぜひレタントンから送ってください。マジで秒できました。作り置きしてたんじゃないかっていうレベルで早いですね。こちらですね、店の台湾ラーメンでございます。写真撮っていい？どんな味なんでしょうね。本当にね、3分4分ぐらいできましたよ。辛くないのを選んでるんで辛くはないと思うんですけど、じゃあいただきます。全然辛くない。台湾ラーメンってすごい辛いじゃないですか。基本辛くないですね。本当に辛くない。うまいうまいうまい。もう個人的には醤油のが好きかもしれないけど、全然うまいです。ちなみにベトナムは麺をすすっちゃうのはマナー違反らしいんで、パスタみたいな感じで食べましょうか。でもやっぱ醤油のが好きかなって感じでした。店に出てまいりました。これからね、弁隊市場の方に戻って空港に戻ろうかなと思っております。いやー、美味しかったし本当に最高でしたね。ホーチミンさ、次回もまた来ちゃおうかな。それくらい普通に良かったです。ちなみに関係ないんですけど、このレタントンの出口のこの辺の道歩いてるとですね、歩いててね、靴をね磨いてくるような人がいるんですよ。絶対磨かれないようにしてくださいね。ノー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 って言ってね、言っちゃってください。僕は結構ね冷たく言っちゃってるんですけど、金を取られるらしいですよ。一種の詐欺みたいなもんだよね。
じゃあね、とりあえず弁天市場行きますか。でその後ね、グラブじゃなくてあえてバスで帰ろうかなと思ってて、まあバス安いですしね、お金っていうよりもねちょっと乗りたいっていうだけの話なんですけれども、弁天市場行きましょうか。いやーShonichito kaburu no de zenbukato。バス乗ろうと思ったんですけれども、弁天市場のところぐるぐる回ってたらクソ暑くなっちゃって、なんか萎えたんでグラブで行くことにしました。10万4000ドルだから600円ちょっとで行けるみたいなんで、まあそれだったらいいやと思ってカフェでねちょっと休んでから来たんですけど、今時刻は1時ぐらいですね。多分30分ぐらいで着くと思うんで、飛行機が4時30分の飛行機なんですよ。なんでだいぶね時間には余裕あるかなっていう感じでございます。ちなみにねバスで来たら30円で行けるっていうね、すんげえ安いよ本当に。切ねえな、もう帰っちゃうのか。もうすんごいあっという間でした。めっちゃ早かった。ターソンニャット空港到着いたしました。ちょうどね飛行機出発の3時間前に到着したんで、だいぶ余裕はあるかなという感じでございます。今回ね4時半の飛行機で羽田空港に着くのが午前1時ぐらいでございます。なのでおそらく羽田空港で始発まで待ってみたいな感じになるかなと思います。今回のベトナム旅行マジで楽しかったです。特にねマッサージがね本当に良かったです。いろいろ調べてみたんですけど、ああいう普通の健全店で連絡先交換ってあんまりないのかなみたいですね。なんで基本ね健全店でナンパしようとしない方がいいかもしれないですね。楽しかったな。もう全部が全部最高でした。じゃあねこれからもうチェックインして羽田空港に帰ろうと思います。次回の旅なんですけれども、今ね、6月の17日なんですよ。まだね決めていないんですよね。セブ島また行こうかなとかもちょっとは考えてはいるんですが、ただね今回のホーチミンもマジで楽しくて、皆さんぜひホーチミンいらしてください。夜のお店も楽しいんですけど、社会主義の国っていうだけあってね、情報特に夜のお店は出ていなかったりするんですよ。例えばクラブで風船あるじゃないですか、吸うやつ、ハッピーバルーンっていうんですけれども、吸うとね大麻みたいな感じになるらしいんですよね。僕結局吸ってないんで分かんないんですけど、大体の飲み屋、僕が行ったガールズバーみたいなところの個室とかでもできるらしいんですよ。公には言わないんですけれども、聞いた話によると公安と手が組んでるらしくて、クラブの中でもガンガン吸ってたりするんで、ただそういう映像って出回らないじゃないですか。なのでねちょっとまだまだねベトナムは探すところがいっぱいあるなと思いました。一つ注意していただきたいのは、今回僕が行ったレタントンで客引きほんとすごいんですけど、ガチでやばい客引きのところはほとんどぼったくりだと思っていいっていうことだったので、できるだけね他の YouTuber さんとかブログとかで行ったことがあるようなそういったお店を行った方がいいと思います。冒険するのも楽しいんですけれども、結構ね高い金取られる可能性あるんで、特に今回僕が行った匠の目の前のお店とかが結構えぐいぼったくりらしくて、公安と手組んでやってるっていう噂らしいんですよ。本当かどうかわかんないですよ。結構有名なぼったくり店らしいんで、あの辺の道はマジで気をつけてくださいというところでございます。楽しかったな。なんか帰りながらもうすごい今切ない気持ちでいっぱいです。どうもありがとうございました。ぜひ次回の動画もお楽しみにしてください。バイバイ。余談なんですけれども、バチクソ混んでますね。もしベトナムの空港から帰るのであれば3時間前ぐらいに来た方がいいかもしれないです。ベッドジェットエアのとこもすごい並んでるんですけど、出国のところもめちゃくちゃ並んでますね。ベトナムに入る時もめちゃくちゃ混んでて1時間半ぐらい出るのにかかったんですけど、ベトナムの空港はそんな感じっぽいので皆様気をつけてください。チェックインしました。手荷物検査からあとチェックインで合計1時間半ぐらいかかって、4時30分に搭乗出発なんですけども、3時40分にオンボーディングだったんで、多分2時間前だと結構ギリギリなんじゃないかなと思います。ベトナムの空港他よりもですね混むというかね、すげえ時間かかるんで皆様気をつけてください。羽田空港到着いたしました。時刻は1時に30分ぐらいでございます。疲
疲れた。新宿行きのバスがあったんですけれども、それ乗ろうかなと思ったんですけど、2800円もかかるっていうの見て、もういいやと思って空港で寝ます。はい、じゃあね、皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。南風に揺れる髪、ホーチミ